このように平均変化率 2h プラス h 次乗分の h は n イコール0では定義されていないが h が0と異なる値また棒読みか。取りながら0に限りなく近づくとき h 分の 2h プラスの h 次乗の値は一定の値に限りなく近づく。この値には h が0に限りなく近づく。何してんねやろ。1プラス h 次乗分の h の極限値といい、このことを決めるリミットを用いて次のように書く。一般に関数はイコール f こと時の次の a から a プラス h まで変化する時の平均変化値 n イコール a プラス その極限に関数 f か x の x イコール a における微分形先生、また変化率といい、先生のほんまの声が聞きたい。教科書やない先生のほんまの声が。のように書くことができる。ラジャ、なんだ。教師が悪い、学校が悪い。誰かのせいにしてそれで終わりか、誰かのせいにして。こっちの部屋にはエアコンなくてな。適当に座れ。これじゃ蒸し風呂やん。すごい量の本ですね。あ、夏目漱石まで。数学の教師が夏目漱石を知ろうとして悪いか。有吉、お前のイメージする数学の教師はそんな本は読まんのか。本当の声が聞きたいとか言うくせにそういう見方しかできんのか。いえ、私は桜井先生ってすごい本読むんやなって。本を読んで何になる。本などに何の意味もない。万感の書を積んだところで一本の雑草より意味のないことだ。そうなんですか。有吉、はい。お前工場がなぜ流れ作業をしてるかわかるか。なんやいきなり。なぜだ。なんでかって。多分一人の人間が一つの製品を作り上げるんじゃなく、そんな怖い顔されたら喋られへん。一人の人間が一つの製品を作り上げるんじゃなくて、その部品を組み込んだだけで済むから効率が上がる。確か中学でそうなるたよな、時は。暗記が得意そうだな。なんで効率を上げる必要がある。なわけわからんこと。短い時間で同じものがたくさんできたらええんちゃうんですか。なぜ。儲かるやん。買う方も欲しいもん待たずに手に入るから楽やし。質問変えよう。鶏はなぜ狭いケージに入れられ同じ餌を与えられる。今度は鶏。
なんでってなあ。俺アイスでも買うてくるわ。ちょっと。八百屋の店先にはまっすぐなキュウリや大根、同じ大きさの野菜しか置いていない。なぜだ？その方が運ぶとき楽やから。期限切れの売れ残った弁当は捨てられてしまうことがある。なぜだ？その方が管理が楽やから。親はせっかく子供が自分でボタンを止めようと頑張っているのに早く着替えろと叱りつける。なぜだ？その方が親が楽やから。教科書があるにもかかわらず多量の参考書が売られている。なぜだ？答えを知るんが楽やから。たとえついてこれない生徒がいようとも、俺は決められた通りに授業を進めようとする。なぜだ？その方が先生が楽やから。いろいろな店では客は千差万別だというのに、店員はマニュアル通りの対応しか示さない。なぜだ？その方がやること決まってて楽やから。生徒は自分で考えようとせず教師に答えばかりを求める。なぜだ？その方が生徒が楽やから。お前たちは直接会って話せばいいものを、なぜ携帯でつながりたがる？その方が会うより楽やから。世の中の人間はマスコミの言うことを安易に鵜呑みにする。なぜだ？その方が自分で確かめるより楽やから。多くの学校は同じ年の子供ばかりを集めて同じ授業を繰り返す。なぜだ？その方が先生が楽やから。お前は俺の問いかけにいつも同じ答えしか返さない。なぜだ？その方が答えるん楽やから。それでお父ちゃんは楽になったん？楽になるんと幸せになるんは別やった。